おはようございます。画家の小木曽です。今日の動画はですね、こちらですね、アクリルで描いてみたという動画です。アクリルです。ただし、ちょっと前に上げてるこの透明水彩、似てますよね。どっちがいいかはそれぞれの人の判断にお任せしますが、案外面白いですよ、やっぱアクリルって。透明水彩と全く違う描き方ですので、ぜひですね、透明水彩しか私やりませんとか言うんじゃなくて、油絵しかやりませんとか言うんじゃなくて、こういったものも参考にされてみると面白いかと思いますし、昔のアニメの背景なんてこういう感じで描いていました。こういったものもぜひですね、勉強してみてください。アクリルぜひよろしくお願いします。では、それでは解説をしていこうと思います。アクリル絵の具ですね。アクリル絵の具で描いてきました。マスキングテープを貼っています。マスキングテープ、これ僕本当ホームセンターで売ってるやつなんですよ。ホームセンターで、5つセットでみたいなやつをいつも買ったりしています。で、これはキャンソンボードです。本当にいつも同じようなことを言っていて本当に申し訳ございません。これはね、ちょっとね、6B ぐらいをいつもとちゃうやんけ。濃いのでいきました。そして相当ざっくり書いておきます。あまり細かく書いても消えてしまうので、ですね、形に関してはざっくりと 6B ぐらいのもう濃いのでガガガと。これはですね、2021年5月22日にライブペイントをしています。おそらくこの動画が公開されている頃にはもうそのライブペイントは終わっているんでしょうが、それと同じようなやり方をしていますので、そちらの動画もぜひ参考にしてみてください。本当にいつも同じような始まりで申し訳ありません。もうなんかこうですね、長寿番組みたいになってきましたね。徹子の部屋とかですね。なんかこう同じようなことなんですけどね、そういうのがルーチンになってくると、それはそれで皆様の日常に馴染んでいくのかななんて思いながら同じようにやっておりますね。で、鉛筆で鉛筆の腹を使ってっていつも言ってますけどもね、消しやすいように。で、僕はもうほとんども消しません。もうダメやったら絵の具塗っちゃえみたいな、特にアクリル絵の具の場合はですね。で、アクリル絵の具とアクリルガッシュって2つ種類あると思うんですけども、おそらくアクリル絵の具と呼ばれる方が少し高いかなと思います。ガッシュと呼ばれる方は少し安価かなと思います。どっちでもいいです。本当にもうどちらでもいいです。アクリル絵の具の特性としては、乾いたら取れない。これジェストの黒白ですね。で、取れないんですね。だから洋服なんか汚れてもいい格好してきてくださいね。ガガッと黒で、実は初めにちょっともう一部の場所だけガンガンガンと場所をちょっと塗っておいてます。消えないので、ですね、多少もちろん乾いてないうちは滲んだりするんですが、ちょっと当たりというんですけどもね、当たりを黒でどんどんこんなこと怖くてできません。720円のイラストレーションボードでやっております。毎度同じ B3 サイズのイラストレーションボード、キャンソンボードと呼ばれるやつですね。キャンソン紙が貼り付けてあります。で、平筆、デザイン用の平筆みたいなね、ズバズバと。で、もう右利きの人っていうのはどうしても右から左下下がりの線が多くなりますので、そして水を全面に塗ってってます。ジャーっと。乾いてからでもいいんですが、もうめんどくさいので塗っちゃいました。大丈夫です。本当大丈夫ですよ。ズバ。この潔さがね、アニメの背景なんかはこんな黒でボンボンと描いたりしないんですけども、昔ですけどもね、2000年前ぐらいまでは案外手書きで書いてあったんですよ。ポスターカラーなどを使って、そしてグリーンみたいなのズボボボボ。ワイルドだろうっていうギャグが今全国で流行っているそうですね。ワイルドだろうっていうですね。で、ズバと。素晴らしく潔がいいですね。黒も使います。黒使ったらいかんという先生もおられると思うんですけども、もうそれは皆さんで選んだらいいんじゃないかなと私なんか思っております。黄緑をいったぞ。ズバ。乾かないうちに水がたっぷり塗られている状態でですね。
もう本当に印象派的に描きたい場合は黒を控えめにした方がいいですよというのが多分正しいと思うんですけどもね、印象派でも黒を使ってる人いたりもしますからね。ただ影の中なんていうのは紫とかを使っていたりしますもんね。印象派というのはですね、黒田清輝先生がねそれを教えたわけですよ。東京美術学校、後の東京芸術大学というとこ白も入れていってます。ジェッソですね、ジェッソ、イタリア語で石膏という意味ですけども、黒田清輝先生が外交派に習ったラファエル・コランがお師匠さん、ラファエル・コランという人がお師匠さんなんですけども、その人の教えで黒を使うなということを日本の美術教育の中でも言っていて、それが脈々と私が浪人時代までもそういう学生さんとかいましたね。今黒使ったらあかんって言われましたって。いいんですけどね、もう選べばいいんですよね。本当に黒使いたい人は黒い絵描けばいいと思いますし、そういう時代だと思います。私の言うてること全部従わなくてもちろんいいです。もう私が言ってる逆、水色みたいな水面に映っている空ですね。空の鮮やかな青空を描いていきました。で、面白いもんで、その100年以上前に言われていたことが脈々と今も黒使っちゃダメなんですかなんていう人もいますが、もうそれはそれぞれが描きたい絵に合わせて印象派みたいに描きたいならば、なるべく黒を使わない方がうまくいくことが多いよというふうに指導するのが多分正しいんやと思いますけどね。例えばその黒田清輝にもう反発して、例えば卒業制作の自画像でもレオナルド・藤田嗣治なんかは黒を使ったり、実際にフランスでは黒い輪郭線を描いたりとかしてるわけじゃないですかね。でちょっと明るいところも白をポンポンポンと置いていっています。なんで平筆使ってんですかって言われても困るんですが、案外平らな面もドンと塗れるし、立てて描いたら細い線も引けるということでございますので、もうほら初めに塗った線とかほら消えましたよね。皆さんが慎重にここかなかなとか言っていた線、残念なことに消えてしまったんじゃないですか。本当に消えてほしいものって何ですか？過去の辛い思い出ですか？それともシワですか？朝から綾小路きみまろさんの漫談を見てしまったせいで、ちょっと口が悪い、放送になってしまうかもしれません。ズバズバズバと。あれから40年、面白いですよね。もうゲラゲラ笑ってしまいますね。本当に。でちょっとずつ密度を上げていくんですが、画面構成上ですね、ちょっと右が光ってはいるんですが、暗い色とか明るい色をまんべんなく全面に置いていってるの分かりますか？構成をしてるんです。これ実は画面を構成するために暗い色を一部から書き込むというわけじゃなくて、ほんとこれよく聞かれますけどね、どこから書き出すんですかって答えれませんよね。この絵見ての通りね、どこからですか？全体からですって言ったらきょとんと大体されますね。特に絵を描かれたことない人とかっていうのはですね、きょとんとされますが、こういうふうに全体をまず大きな構造を作っていくわけですね。何でもそうですもんね。今日朝テレビのワイドショーで中国の大きいビルが揺れてる映像流れてましたね。何十階建ての。びっくりしましたね。それで中国の人たち走って逃げていてね、そういうのってやっぱ基礎が弱いんじゃないかなと思うんですね。どういうこじつけやっていう話ですけども。でちょっとずつこうやって細かい部分を書くんですが、そんなにも厳密に書いてないです。この辺りかなこの辺りかな、これはパウル・セザンヌ的な書き方とも言えましょうか。画面全体を見ながらですね、水面ここなんかはすごく見せ場大事なところになってきますということはもうあらかじめ、私の頭の中でははっきりしております。完成のイメージをやっぱりはっきりと持たせるということは大事ですね。ズバ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 、ちょっとこれは映っている水に映っているものを描いていってます。いや楽しいですね。いろんなもの作っていってますけどね、アクリルを今度やりだして、アクリルの視聴回数が伸びないんですよね。なんか納得ができないんですよね。海外の動画とか見てると油絵アクリルが圧倒的に多くて、水彩って僕あんま見つけれないんですけど、やっぱ油絵が一番多くて2番目アクリルなんか逆かもしれませんね。アクリルが一番とかなんかそんな気がしますね。でも日本人はやっぱ透明水彩が一番あれ多いですね。なぜですか？私は知りません。で暗いのだんだんと置いていったりとかしながらですね、少しずつ密度が上がっていってるのが分かりますか？これしっかり基礎を今作っている段階ですね。
上の方を見るとちょっと右から左下下がりの線が多いなっていうのは私自身もこれ気づいてはいるんですよ。だから水面を少し右下下がりにしていってるとかっていうことで少し画面を構成しているであるとか、この左上のところにちょっとこう今やりましたね。ああいうところにポンと置くと画面がこう引き締まったの分かります？左下にダラダラと流れていきそうな雰囲気がちょんと置くだけでも画面が止まるということが起こったりするんですね。で少しずつ書いていっております。なんか雑談でもしましょうか。何かありますか？本当になんかこう遊んでないというかね、夜飲みに行ったりとかしていないから何にも話がたまらないですね。困りました昔のお話でもしましょうか。何かありますかね。私は東京芸術大学はアクリル絵の具で合格しています。東京芸大これスパッタリングというのをしています。なんか面白いんですよ。芸大の入試の話だけでもちょっと話ができるかなと思いますんで、私が受けた年というのはスパッタリングして複雑にしていってます。ちょっとこう細い線とか細かい線を入れていってます。1996年とかなんで今から25年ほど前ですけども、前の年はヌードだったんですね。一次試験が国技館でありまして、当時は受験生が多かったのでですね、国技館でやるんですよ。でもう変なもんですよ。あそこのマス席とか椅子席とかに座って、みんなデッサンを書き出すんですね。確か10時から16時まで昼休み1時間も書いていいよということで、みんなおにぎりとか片手に絵を描くという滑稽な状況でしたね。あれ写真とか撮っといたらもう後で歴史になるんちゃうかという。周りには貴乃花さんとかですね、あけぼのさんとかが優勝したという葉っぱ書いてますね。なんていうんですか、写真が貼ってあったんですね。で私は一浪の時はマス席だったですね。現役の時は2階席やったかな。で合格した時はまた2階席で、ちょうどこう半分の数から2階席、僕が受けた時2700人で1300人ぐらいがマス席、1300人ぐらいが2階席というふうに分かれるんですね。で私合格した時確か1300何番でちょうど2階席の一番前の方だったんで、上からマス席の人たちが見えるんですよね。マス席というところに座って、なんていうんですか、あぐらをかいてデッサンを描く。2階席は周り2つ分ぐらいの席を、自分のスペースとして使っていいよということで、そこになんかモチーフを置いたりね、ものすごい、平等不平等の差の出る試験だったですよね。今思えば多分今の親御さんとかすぐクレーム言うんじゃないですか。平等じゃないわよとかですね。そんなん言い出すと絶対無理ですもんね。石膏デッサンとかね、場所本当にちょっと違ったらすごい書きやすかったり書きにくかったり出てきますからね。入試ってなかなか完全なる平等というのは難しく乾かしております。あるんじゃないかなと思います。私が一番初めの試験はなんか確か現役の時は靴かなんかやったと思います。その年は落ちました。2番目何やったかな忘れました一時は通りました。そして、一浪してむさびに行って、入った年はあれですね、自画像ということで、もう余裕ぶっこいて、試験を受けたという話、また同じ話をするのかと言われそうですが、させていただきます。もう武蔵野美術大学の学生だったので、試験場に行っただけで先生受けてるんですかなんていうことで、予備校の先生ももうすでにしていたんですね。それで受け直しで、受け直しというてですね、なんていうか学費が全然違うんですね。東京芸大は50万ぐらい、武蔵野美術大学とかは1年間の学費が150万、120万とか、もうすごい差ですよね。4年間で800万と250万とかそんなもんだったと思います。だからですね、親としてはですね、差額で、ですね、プリウスなんか買えるんじゃないかななんていうことで、勝手にお袋がですね、高校まで行ってですね、調査書なるものを持ってきてあんた受けて頼むわみたいな感じで受ける羽目になって受けたんですが、で受かる気満々で、センター試験とかの話もあるんですが、ちょっと省略はしますが、本当にHB と F と練り消しと買っ
持ってったかな、紙やすり持っていったかな、ほんとそんなもんで行ったんですよ。ポケットにそれだけあとは入れて、受験票とですね、みんなはですね、末席で書く子とかはイーゼルとか持ってくるんですよ。そうやないと書けないじゃないですか。ということでみんないろんなお荷物を両国国技館にだいたい9時集合ぐらいだから満員電車の中で行くんですよ。今思えばひどいものですよね。今のモンスターペアレントっていうんですか、そういう人だったらすぐクレームを入れるんじゃないですかね。よくわかりませんが。ちょっと叩きながら筆書いてきましたね。そして完全に書いてからもう一回これ今回のポイントここ大事なんですよ。ちょっとですね、グレーズ的なのを今回はグロスポリマーメディウムとか難しい画材を言うの忘れてた。今回は本当初心者向けという感じでもあります。初心者でもできます。ただこの段階というのにちょっと要はマットにペタッとしてきてしまってるんで、少し水をもジョボジョボっと塗って、その上にこうやってなんていうか水が多い状態にちょんちょんちょんってやっていくと滲んでいってるの分かります？で、グレーズというような感じかスカンブルというような感じか薄い絵の具を塗っていくという作業プロセスをかますことによって、深みが出てきます。もしかしてアクリル絵の具で、いつもはこの段階グロスポリマーメディウムとかを使うんですが、今回はそうじゃなくてそういうのを使わずに普通の人でも初心者でも中学生でも小学生でもできるんじゃないかという技法を皆さんにお見せしようと思って、こうやって濡れてる状態でぼわっとにじむような下の絵の具がうっすら透けるようなこれは白っぽい絵の具をちょん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 と向こうの方に、木漏れ日的な感じで何の話だったっけ。それで、試験に行ったんですね。で、開始同時にですね、用意ドンで自画像っていう発表です。自画像って言ってですね、発表されたと同時に私はもうまず周りの学生さんを見渡しました。自画像だ。よし、顔描いちゃうぞ。っていう感じでですね、8割方ぐらいが大きく自画像、自分の顔をドスーンと描いていました。上から2階席の一番前の席でしたから、末席もよく上から見えるわけですね。なんかですね、何使ってもいいわけじゃなかったんですが、ちょっと悪いことする人っているんですよ。で、それも25年前の学生さんの話ですから、上から見ていると、なんかですね、白い紙、ちょっと拭き取ったりですね、ちょっと上の方とか下の方溜まってきますので、なんか白い紙に手をかざすとファーっとなんかグレーかなんかなっていくんですよ、画面が。あれ何しとんかなと思ってと思って、そしたら背中になんか大きめのリュックかなんか背負っとるんですよ。で、腕のところからなんていうんですか、長袖の腕の中に細いなんていうかチューブを入れて、体の中を通して背中の後ろにコンプレッサー入れてるんですよね。コンプレッサーって言ってエアブラシと言って簡単に言えばスプレーみたいな、それを手からわーっと魔法のごとく吹きつけている学生もいたりしました。あの人は受かったんでしょうか。2700人中60人の試験ですからね。この段階いいですよね。柔らかくなりました。書いたものがだいぶ柔らかくなりました。5、6分前に戻ってみられたらよくわかるんじゃないかな。最後のダイジェスト版とかでもこの辺をお見せしますが、そんなことをしたりとかですね。だから上から覗きながら皆さんの状況を見ていたんですね。でしたらやっぱり顔をドーンと描く人が多かったので、もしかしてこれはドンと描かないやつが目立つかもなと。芸大の試験というのは当時、今はよく知りませんよ。全く今芸大とはもう関係もなくなりつつありますので、25年前の話ですけども、そしたらですね、2700人中60人合格なので、やっぱりですね、ある程度目立たないと受かんないんですね。で、目立つっていうのはでかく書けっていうことじゃなく、それ以外にも例えば小さく書くとその中では目立つわけですよ。おじさんはそういうせこいことを知っているわけですね。画面4分の1ぐらいに小さな顔を描いて、やりました。やっぱり出来上がった後周り見渡しましたが、楽勝やなと。一次試験はこれは楽勝やなっていうことでした。で、二次試験の試験は何が出るか。前の年はヌードと石膏デッサン。
この話もちょっとしましたが、少し時間いけるかな。まあ一浪の時ですから、まあ舞い上がって一時通ってよし二時絶対受かったるぞなんていう気持ちでした。石膏デッサンはまあまあ予備校の中でも上手で、人物もまあまあ上手で、その半年ぐらい前9月のコンクールで一等賞になったことがあるような学生さんだったので350人ぐらいいたかな。300人ぐらいいる予備校です。井戸端美術学院というところに行ってました。だから先生たちが芸大の二次試験がヌードと石膏デッサンですっていう発表があったら、先生たちがやってきて、小木さんお前受かった気でもおるんちゃうかとかっていう風に言うてくるんです。ひどい先生がいますね。未だにその人の顔はしっかり覚えてますよ。 S 先生、もうおじいちゃんになってますけどね、お孫さんもいますけど、あなたにそんなこと言われてプレッシャーになったんですよということで、この場を借りて言っておきましたが、それで試験が始まったと同時にですね、パジャントだったんですね。石膏像パジャントという石膏像でした。なんかビニールをかぶっているんですね。でビニールがもうこれ試験始まったらこのビニール取るんやろななんて言って、他の準備を進めたり、こんな風に書こうかななんて頭でイメージをしていたんですが、ビニールかぶってるぞということで、試験開始同時に、それでは試験を開始します、カランカランカランってなるんですけども、ビニール外さないんですよね。あれと思って、よーく見たらビニールに、ロープが絡まっていた。ぐるぐるぐる。そうなんです。もう緊張しすぎて見えていなかったんですね。ひどいもんですね。まあなんかあんま良くないの書きました。ビニールに包まれたパジャントというやつを書きました。で、あと2日間の油絵で俺は挽回するんだということでですね、ヌードだっていうことで、どんなポーズかな、どんなモデルかななんて思いながら試験場に行きました。入ってみると、なんか果物とかがわーっとモデルさんが、座るかなんかの台に置いてあって、その果物の後ろにモデルさんが寝ポーズで寝ました。あれ、日頃例えば椅子かなんかに座るであるとか立つであるとかっていうのを書いていた人間からすると、プラス果物が前に置いてある。まあ動揺も動揺ですね、いたしました。で1ポーズ終わったら、次またモデルさんが20分ポーズして10分休憩して、またモデルさんが来て、また頑張ってじゃあ書くぞって書いてて、でまた20分経って10分休憩、また20分経ったらまたこうモデルさん来て書くんですが、何か違和感に気づくのめっちゃ遅いんですよ。緊張って怖いですね。そうなんです。マイポーズごとにモデルさんが変わっていたんです。もうだからその年は残念なことに落ちましたというお話なんですが、その翌年はですね、だから鉛筆3本でもう余裕ぶっこいていってやろうと、もう舐めてかかるぞぐらいの気持ちでいったわけですね。そして一次試験も自画像を小さく書いて受かって、二次試験、課題文を読まれます。なんか教室に入ると2メーター弱ぐらいかな、150センチ四方ぐらいのガムテープで四角が教室中に1部屋20個ずつぐらいかな、もうちょっとあったかな、四角があってですね、なんじゃこらと、末席と同じぐらいの大きさの四角があって、もう終わりそうやな、なんじゃこらということで、要は課題を出されたら自分のテーマで書きなさいということで、自分のテーマで、要は前の年石膏とか言いながら、人物ヌードとか言いながら、すごくアカデミックな試験だったのが、全然違う自由にやっていいよという試験だったんですね。まあ落ち着いた私、受験生でしたので、またぼーっと周りを見ておりました。お隣の学生さんはまあこの場では言えないような、なんというか男性の何かをシンボル的なものを大きく書き出しておりました。実はその人合格してるんです私の部屋から3人ばかり受かってました。すごいことなんですけどね。でそのうち、試験が進むにつれて、もうみんなもう慌てまくってる顔が分かってですね、私は落ち着いたものです。後ろポケットから体が温まる飲料水を出しまして、小さな小瓶でございます。魔法の小瓶と呼んでおりました。それをキュッと飲むと体が温かくなるんですね。よくわかりませんがね、またどっかの動画でもこの話しています。それを床にポンと置いて、よし、こ
これを描こうということで、それが3本4本あるような状態のものを描きましたとさ。そんなお話で、その際に使った画材というのが油絵の具ではなくてアクリル絵の具だったんですね。アクリル絵の具で、描いたらやっぱり乾きが早いのでですね、そしてグレーズということをグロスポリマーメディウムとかを途中で入れながらグレーズ、スカンブル、グレーズ、書き込みということを繰り返していくと、あら不思議。普通に見たら油絵のごとくなっているぞということで、私の大学院の時に行った技法材料研究室の坂本和道先生という先生が、あれ、おぎちゃん、あれ、油絵って聞きました。そうです。技法材料のプロフェッショナルも騙す技法ということで、アクリル絵の具ですよ。へへへへへということでございました。そんな感じで私は、受験は時間が短いのでアクリルを選択したりしました。では皆さんもですね、やっぱりいろんな画材に挑戦してみられてはどうでしょうか。これはそんなに難しいことしていません。アクリル絵の具、リキテックスの何色セットか知りませんが、それで描いています。途中でちょっとグレーズ的なことをすることによって、ちょっと透明感があるというか、絵の具も入ったり、こう、ぼわーっとボケたような、ペタペタペタとポスターカラーで塗ったような雰囲気じゃない雰囲気が出たりもしますので、細かい描写をしていってます。そういったこともこう利用活用されていかれるといいのかなと思います。あまり難しく考えすぎずに大胆にズバズバズバと書いてみて、アクリルの場合は上から何層も何層も書いていくことが可能ですので、そのあたりは積極的に皆さん書かれていってもいいんじゃないかなというふうに思います。ちまちま書いていっております。いい尺で、今日はお話ができたんじゃないかなというふうに思います。こういうくだらないもう雑談とかもしています。ただ自分がラジオをやってみたかったというだけで、続けている YouTube でございます。本当に最近のこととかをお話したいんですが、学生さんもいない大学で静かに一人研究室で録音しております。で、良くなってきましたね。そうです。これ、おいらせですね。こういう、なんていうか、景勝地みたいなところに今行きにくい状況かもしれませんけれども、身近なものからも案外絵になるものとかっていうのを探し出すこともできますので、日常の中にアンテナを張るという訓練、癖づけをされてみてはいかがでしょうか。という感じで、本日の私の解説になっていない解説は以上となります。最後細かい仕事をちょんこういうとこ大事に書いてあげてくださいね。いつもこういうの言うてます。こんな細かいことできませんとか言う人いるかもしれませんが、皆様若い頃があって若い頃には書けたはずです。皆様はだいたい恋文を書いた世代だと思います。恋文を書くときは手が震えながらね、一生懸命書いたでしょ。今はどうですか？旦那様には愛情こもった料理を作っていますか？どうですか？ね。また同じものかなんて言われますか？じゃああなた作ってよ。あんたができるならやってみなさいよ。なんていう声が今聞こえてまいりました。旦那様、奥様にちゃんと優しい言葉をかけておりますか？私なんかは毎日美味しいよ、美味しいよと言っています。本当に美味しいから言っているんですが。ね。ちょっとそういうこういうコロナの時期家にいることも多いでしょうから、お互いいたわりながらカンバセーション、会話を進めてもらえたら案外この動画長いなと思います。ディティールを書き込んで、最終段階に行きました。よかったら皆様いいねボタンとか押していただけたりね、ちょっと透明水彩とかでも似たような技法できたりしますしね、併用してもいいと思いますしね、何度もこういうのを見ながら勉強してもらえると助かります。私に質問がどんどん減っていくんですね。減っていくと古典などで聞かれることが少なくなってくるのが一番嬉しいんですね。なんか同じ質問を何十時間としてきた私でございますから、ぜひですね、こういう動画を一生懸命見て勉強してください。私の解説は以上です。
ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。アクリル絵の具ですね。思いっきって大胆に描くところなんかも面白いですしね、これライブペイントとかでもできそうなんで、ちょっと機会があればライブペイントとかでもお見せできたらなと思います。なんかリクエストとかあったらお待ちしてますので、またよかったら送ってください。本日の動画は以上でございましたが、最後にちょっとダイジェスト版をお届けしようと思いますので、ぜひですね、ざっくり書いていって、こんな感じで全体で進んでいってというところをぜひ勉強してみてください。では。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。